ここが好きだよ日本人へようこそ。人間と動物が共に暮らすと聞くと、通常は犬や猫などのペットと暮らすことをイメージするのではないでしょうか。しかし、たとえペットであったとしても、人間と動物が共に暮らすということは難しいですよね。ところが日本には、野生の動物と人間がお互いに尊重し、共存しながら生活する場所があるのを皆さんはご存知でしょうか。今回はそんな驚きの場所に実際に観光に来てしまったアメリカ人メアリーさんの話を聞いてみましょう。皆さんこんにちは。私はカリフォルニア州にあるサンディエゴ出身のメアリー、28歳よ。サンディエゴは美しいビーチと自然保護区があり、避寒地として多くの観光客を集める素敵な場所よ。私はいつものようにアメリカの NBC 系列のケーブルテレビを見ていたわ。私には好きなテレビがあって、主に25から54歳頃の女性を対象としたライフスタイルリアリティテレビシリーズに焦点を当てている番組なの。ある日その番組の中で日本の奈良という地にある観光地の話をしていたわ。その時はあまりしっかりと聞いていなかったけど、世界文化遺産になるような歴史的文化的遺産にも恵まれていて、観光スポットとしても有名な場所と紹介されていたの。その中でも奈良で最も有名な観光スポットの一つとして奈良公園という場所について特集が組まれていたわ。なんでもその公園と付近には1200頭を超える野生の鹿が普通に生活していて、それを見たり餌をあげたりできるっていうのよ。でも私はそこでテレビを消しちゃったわ。鹿に餌？鹿と触れ合い？ありえない話よね。あんな大きくて凶暴な鹿と触れ合いたいなんて正気の沙汰とは思えなかった。アメリカで鹿といえばヘラジカよ。かなり大きな体格をしているわ。体長は2メートルから3メートル以上。体重は大きいものだと800キログラムを超えるわ。他にはアメリカアカシカと言われる鹿もいるけど、こちらも体長が3メートル、体重600キログラムに達することもあるわ。このアメリカアカシカ、健康な成熟オスは襲ってきたヒグマの成獣を殺すこともあるほど強いのよ。そんな危険な動物と触れ合うなんて日本人はどうかしているでしょ。観光だって恐ろしくていけないわよ。しかしある日、そんな私に恋人は恐ろしい提案をしてきたの。恋人と初めての海外旅行で日本に行くことになったんだけど、そこで奈良に行きたいっていうのよ。日本には東京ディズニーランドやスカイツリー、関西では USJ や難波、祇園と見て回りたい場所はたくさんあるわ。それなのに奈良なんて行く意味ある？その時鹿の話を思い出した私は大反対したわ。でもその恋人が言うには、日本の鹿はアメリカと違ってすごくキュートなんだって。そして何よりすごいのが、人にお辞儀をするというのよ。私は半信半疑だったけど、恋人はテレビで見た鹿は本当にお辞儀をしていたというのよ。日本人は礼儀正しいと聞いたことがあるけど、日本に住むと動物も礼儀正しくなるの？他にも信号待ちをする鹿や観光客から餌をもらう鹿がいるんだと熱弁していたけど、私の知っている鹿とは全く違いすぎてとても信用できなかった。それでも恋人は譲らなかったわ。だから私が諦めたの。だって楽しい旅行前に喧嘩しても仕方ないでしょ。恋人はそれから旅行に行くまでの間、ずっと鹿の話ばっかりよ。あの時に見たキュートでお辞儀をする鹿に実際に会えるなんて夢みたいだとか、奈良の鹿に会う時の注意点は子連れのメスに気をつけろとか、
鹿せんべいが売っている場所は〇〇だとか。私は興味がなくてほとんど聞いていなかったわ。その時に知ったのは、奈良県は外国人観光客にとっては意外と人気スポットらしいということくらいね。日本での旅行の途中、私たちは無事に奈良に到着したわ。ワクワクする恋人を横目に、明日行く予定の USJ の下調べをしながらバスに揺られた。だって奈良に着いたあたりから早く奈良公園に行って鹿に会いたい、鹿せんべいをあげたい、そんな感じでずっとうるさいんだもん。その上、バスは信号のないところで突然止まって動かなくなってしまったの。何かアクシデントかしら。やっぱり来なきゃよかった。そう思って外を見ると、なんと鹿が横断歩道を渡っているの。バスが進まなくてイライラしたまま帰りの電車に間に合うのかななんてことを心配していたわ。それにしても道路にいる鹿なんてさっさと動かして移動すればいいのに、なぜそれをしないの？その答えは恋人が嬉しそうに教えてくれたわ。何でも奈良県では鹿は神の使いとして手厚く保護されているらしいわ。春日大社の社殿によると、春日大社創建の際に鹿島神宮の祭神が白い神鹿に乗ってやってきたと伝えられていることから、鹿は保護・敬愛され、その個体数を増やしていったそうよ。だから現在も奈良の鹿は天然記念物として大切に保護されていて、鹿が道路を渡る際は人がそれを待つのが当たり前なんだって。そんな話をしながらだけど、無事バスは奈良公園に着いたわ。奈良公園に着くと出迎えてくれたのは、私の知っている鹿とは全く別物の鹿だったわ。そしてそこには本当に今まで見たことない光景が広がっていたの。鹿は私の知っている鹿の10分の1くらいの体格しかなくて、人と鹿がすぐ近くで普通に歩いている。鹿せんべいを持っていた中学生くらいの男の子が鹿に囲まれて鹿せんべいを奪われておどおどしていたんだけど、我が子が野生の鹿に囲まれて困っているのに、両親は笑ってそれを見ている。恋人は興奮した様子で、どうだ、すごいだろうと、まるで自分のことのように誇らしげだったわ。でも確かに想像の100倍くらい可愛らしい鹿の姿は、ここまでに見た日本のどの光景よりも私の心を揺さぶったわ。だってすぐ目の前を横切る鹿せんべいを食べる鹿、木陰で休む鹿、それぞれが自由に生活をしながら人間と共存しているのよ。アメリカではこんな光景はありえない。人と鹿が共存し、それが観光地として地域活性化につながっているなんて、誰が信じられるの？恋人が私にもう一度鹿と触れ合う時の注意点を教えてくれたわ。今度はしっかり聞いたわ。この時に覚えたことだけど教えてあげるね。まず絶対に忘れてはいけないのは、奈良の鹿は野生動物だってことね。人に慣れているから誰かに飼われているように思えるけど、誰かの所有物ではないし、野生だから刺激してしまうと攻撃されることもあるの。でも必要以上に怖がる必要はないんだって。大事なことは奈良の鹿の習性を知ること。習性をちゃんと知って、鹿を怒らせたりびっくりさせたりしなければ上手に付き合うことができるらしいわ。次に大事なのは鹿せんべいをあげる時の注意点ね。それは必要以上にじらさないこと。奈良の鹿は賢いらしい。鹿せんべいを手に持っている人はせんべいをくれる人だと認識しているから、じらされると鹿は怒ってしまって服を噛んだり体当たりしてきたりする可能性がある。他にはお母さん鹿の出産時期には気をつける。多くの妊娠している鹿は鹿園という保護施設で保護され出産し、時期を見て奈良公園に戻されるんだけど、
お母さん鹿は子供を守ろうとするので不用意に近づくと怒らせる可能性があるわ。最後に秋はオスの鹿にも気をつける。秋は鹿たちの恋愛の季節なの。いくら奈良の鹿は小さいと言っても50キロ近くある鹿もいるし、毎年10月には鹿の角切りといって鹿の角を切るんだけど、その前の時期だとかなり立派な角が生えている鹿もいるから、そういう鹿には注意が必要なんだってね。私はしっかり恋人の話を聞いてから鹿せんべいをあげたの。すると鹿たちは全然怖がる様子もなく、私のもとに集まって鹿せんべいをすごいスピードで食べていき、買った鹿せんべいはすぐになくなっちゃったわ。でもそこでびっくり。なんと食べ終わった鹿が私にお辞儀をしたのよ。本当よ。これには恋人も大興奮で急いで写真を撮りまくっていたわ。私はいつの間にかキュートな奈良の鹿に心を奪われていたの。恋人と一緒に大喜びしながら鹿とツーショット写真も撮ってもらったわ。帰りのバスでもまた行きと同じように信号のない場所でバスが止まったわ。でも今度は一番前の席から鹿を見ていたの。鹿は本当に当たり前のように道路を横断し、車は当たり前のようにそれを待っているの。道の真ん中で全然進まない鹿が一匹いたんだけど、他の観光客も我が子を見るように見守っていたし、今では私も同じ気持ち。私は本当に楽しい旅行で大満足だったわ。でもこの話にはまだ続きがあるの。先日アメリカに戻ってからある SNS を見ていると、痩せてあばらの浮いた奈良の鹿の写真が拡散されていたのよ。観光客が減って食べるものがなくなったと思ってとても悲しい気持ちになったわ。でも驚いたことにこれはデマ情報だったの。さっきも話をしたけど、奈良公園の鹿は野生動物なのよね。だから鹿せんべいで餌付けされているわけではなくて、あれはおやつらしいの。主食は草や木の実などで、1頭が食べる量は1日4キロほどで、奈良公園周辺には餌となる十分な量の芝やどんぐりなどがあるから、鹿が食べ物に困ることはほとんどないらしいわ。それよりも問題になっているのが、かわいそうと勘違いしてしまった人が勝手な餌やりを始めてしまうことなの。実際に SNS で誤った情報が流れたことで、鹿の健康が脅かされる事態になっているのよ。勝手な餌やりは直接的な体調不良だけではなく、鹿がゴミを誤って飲み込んでしまい、ゴミが胃の中に詰まって最悪死んでしまうことだってありえるの。もしかすると餌をあげている人は良かれと思ってやっているのかもしれないけど、それが逆に野生の鹿を苦しめているの。その一方でこのコロナ禍は鹿にとっては悪いことだけではないそうなの。観光客が減ってかえって健康を取り戻しているという研究結果もあるらしいわ。観光客が減ることでおやつを食べる量が減ってしっかりとした食事が取れるようになり、また観光客と触れ合う時間が減り、ゆっくりと休息できる時間が増えた結果じゃないかって言われているの。観光客と奈良、そして鹿が共存していく形はこれからまた変わるかもしれない。それでも私が願うのは、私があの日感動した奈良公園の鹿が今後も健康でいてくれることよ。そして日本にもう一度行ってあのキュートな鹿と触れ合いたいわ。今度は奈良に泊まりでね。奈良公園の鹿は日本の観光地としても有名ですが、外国人にも人気のスポットだったのですね。野生動物と人間の関係として、人間が自然を保護するという考えはこれまでもよくある光景でしたが、人間の生活に馴染む野生動物というのは世界でも珍しいみたいですね。今後も環境変化はあるかもしれませんが、動物のための環境ではなく、双方が共存できる環境というのは
これからも残してほしいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。